解説します。今回のイベントでは入手できるパワーが6種類しかないという非常に特殊なイベントとなっています。そのうち1つはワープバレルなので、実際の強化に使えるのは5種類だけです。5種類のうちまず2つはアンコールとボーダーのグルーブです。アンコールはバナンザになっている時間で補正が伸び、ボーダーは破片スケボーをした距離で補正が伸びます。アンコールの方はラウンド数を制限すると上限が決まるので、タイムアタック的な遊び方をするとボーダーが有利になります。例えば今回のラウンド6で終わらせるなら、アンコールの方は合計500秒ぐらいで最後の稼ぎを始めることになります。アンコールはレベル1で 0.1 倍なので、最終500秒だとレベル1ごとの補正率は 50% ということになります。対してボーダーが 50% を超えるには 2500m 移動すればよいです。なので基本的にはボーダーグルーブを優先しますが、アンコールのレベルが2や3だった場合は補正が 100%、150% になるのでアンコールを取ります。そして残りの3つのパワーはスイートバナナ、ハーベスト、カカオです。3つとも試しましたが今回はバナナイチヨです。ハーベストは一番補正が高いですが、肝心の野菜が少なすぎて最終的に4万3000ほどの補正が必要になるので諦めました。カカオの方も木の芽が少ないのと補正自体がバナナよりも低いので選ぶ価値なしです。そういうことで今回はアンコールグルーブ、ボーダーグルーブ、スイートバナナの3つに絞って強化します。3つの内訳はアンコールとボーダーが同じカテゴリーなので、アンコールとボーダーの合計レベルとスイートバナナのレベルが同じになると最大化されます。優先度はスイートバナナ、ボーダー、アンコールです。そういうことで遅れましたが画面の方を解説していきます。ラウンド5まではひたすらバナナを優先して近くにある化石も取っていく感じです。ここまではミッションを1つクリアして水上スケボーのスキルを取りました。バキューム強化のスキルも早めに欲しいので、もう少しミッションをクリアしてチップを集めます。再抽選の基準ですが、バナナは高レベルのパワーアップが出やすいのでバナナの時に行います。化石やミッションの報酬ではあまり再抽選をやりません。やっても1回か2回に止めます。ここは気合で上のバナナを取ります。多少濡れてもゴリラなので大丈夫です。ここのバナナを取ったらワープで場外の上層に登ります。バレルを取ります。ツルツルのロープはいい加減にしてほしいです。ここで4秒のロスです。ラウンド6は結構ギリギリなので今のは致命傷にもなり得ます。腕のレア化石を取ります。下の化石を取ってからシマウマにタッチ。これでミッションは十分です。スケボー強化も欲しいですが、運を優先。バレルもこれで十分です。スケボーの距離を稼ぎながらレア化石を取ります。
きなシマウマの建物に移動しますが、ワープする前に落下でスケボーの距離を稼ぎます。スケボーの距離は3次元的に測られているので、上下の移動も有効なので落下かジャンプすると伸びやすいです。特に落下はスピードも速いので、高いところにいるならワープする前に落下するとお得です。ここにワープする。スケボーのおかげで心当たりはスムーズに移動できます。本当はここのバナナを取ってから時間ギリギリでワープする予定でした。ツルツルロープの4秒ロスがなければ完璧でした。対岸のエリアのバナナを回収します。ここにワープする。それいいね。スキルゲット。ここのバナナは微妙なパワーしか出ないので再抽選しません。ワープする前にバレルで飛んでから上の化石も取ります。仮想にもバナナが結構残っているので急ぎます。取れる化石もほどほどにしておきます。横穴を掘ってバナナを取りに行くのですが、誤って落ちてしまいます。もう少し高い位置から掘ればよかったです。時間がギリギリなので無視して下に向かいます。2層目が多いので先に3層目を終わらせます。ここにワープする。バスーム強化で上から掘れます。2層に戻って取れるだけバナナを取ります。ここにワープする。
スイートバナナが多くなっているのでオーダーを取ります。神が勝ったライン取り、今のは最高のスケボーでした。壁のよじ登りは操作がごちゃっとするので慎重に。なんとか予定していたバナナは取れました。ここからはスケボーの距離も稼ぎながらバナナを回収します。神器を拝借します。レコードはスケボーの安定感を高めてくれて、止まっている化石の回収も早めてくれます。先ほどから溶岩に遠慮なく突っ込んでいますが、今回は溶岩を無効化するネクタイを装備しているので安全です。乗馬なんかの時間を延長する服を取りに捨てています。あとは泥と新設の足場で移動速度アップのズボンを履かせていますが、ほぼ効果が発動していないのでなくて大丈夫です。レッドネクタイは B1600 のショックになります。レコードは地面を掘るのにめっちゃ早いですね。この時点で倍率2000を超えているので、もう少しスケボーを優先してパワーも厳選すればラウンド互換ストはギリギリ達成可能かもしれません。まあでもスケボーは移動しつつパワーアップも集めないと効率が悪いので難しいですかね。溶岩地帯のパワーアップを回収します。ここにワープする？ついでにミッションをクリアします。効果は低いです。ここはレッドネクタイがあると
3層目を回収します。ここにワープする。ここのバナナはいらないのでこの時点で回収。もう少し後でも良かったと思いますが、そこまで完璧な組み立てはまだできていません。ここのバナナもとってよかったのですが忘れていました。そうだとエメラルドをつかみにくいので非常に。では化石を破壊します。このはぶれ割れる矢はウェットネクタイがあれば簡単ですが、効率は微妙な気がして無視しています。ラウンド部を目指すなら取った方が良いと思います。あとはスケボーの距離を稼いでバナナを割るだけです。ここにワープする。で8400倍なので、ラウンド5カンストはかなりギリギリのラインですね。アンコールとボーダーの合計が62で、スイートバナナが58なのでスイートを上げます。少しの距離で9700倍まで上がったので、スケボーはかなり重要ですね。ここにワープする。
覚えておく必要があります。最後はシマウマにタッチして終了です。ということでラウンド6でカンストできました。あとは待つだけなのでカットします。ということで以上です。ご視聴ありがとうございました。ブログにもまとめておきます。パワー計算ツールもあるのでチェックしてみてください。